ッチーズワールドへようこそ。皆さんはチェアリングという言葉をご存知でしょうか？僕が知ったのは1年ほど前なのですが、チェアリングとはアウトドア用の椅子を景観のいい場所に設置して、そこに腰掛けてくつろぎつつ読書をしたりお茶を飲んだりして自由に過ごすというものです。チェアリングは椅子一つで始められる手軽なアウトドアですが、ある意味で椅子に座るだけと言えなくもありません。ですが、自然の中でくつろぐことで季節を感じたり、日々の疲れをリフレッシュできるとしたら、それはそれで魅力的かなと思ったので、僕もチェアリングにチャレンジしてみることにしました。まずはアウトドアチェアがないと始まらないので、今回ヘリノックスのタクティカルチェアを購入しました。カラーはフォリッチというグレー系の色になります。アウトドアチェアは本当にいろいろなものがあって値段もピンキリなのですが、コペンのトランクに載せているボックスにも余裕を持って入れることができて、丈夫さにも定評があり、そして何よりかっこいい雰囲気だったので、こちらを選びました。それでは早速、練習を兼ねて開封と組み立てをしてみたいと思います。今回購入したヘリノックスのタクティカルチェアは、コンフォートチェアのミリタリーラインのものになります。カラーリングや各部のディティールに違いがあり、収納袋をフレームに取り付けることで小物入れとして使うことができたり、背面にワッペンなどを取り付けるためのベルクロがついているという特徴があります。収納袋を開けると、紙に包まれた座面の生地とフレームが入っていました。生地はしっかりとしたポリエステル製のもので、へたりが少なそうな印象です。まずはフレームを組み立てていきます。ショックコードでつながったポール同士を刺していくだけなので特に難しいことはないのですが、ゴムがついている足部分を先に組み立てて地面に立たせるとスムーズに作業できるように感じます。続いてフレームに生地を取り付けていくのですが、まずは背面側から作業するようにします。生地を手に取ると意外と上下が分かりづらいのですが、その時に役立つのが背面についているベルクロです。ベルクロがある方を上に持って、あとは生地の角部分をフレームの長い方に刺していきます。フレームを入れる穴は十分に補強されており、破れたり突き抜けたりする不安がないのはいいのですが、生地が馴染むまでは結構硬いので、焦らず慎重に作業していきます。続いて座面側の作業を行います。手順通りに、まずはチェアの背面を下にして、この時点で収納袋をフレームの短い方に取り付けておきます。小物入れとして使うかはともかく、風のある屋外でも収納袋をなくす心配がないのはいいなと思います。生地を引っ張りながらポールを刺していきます。最初はフレームが曲がるのではないかと不安になりますが、もちろん壊れたりはしないので大丈夫です。タクティカルチェアが組み上がりました。使用時のサイズは幅52センチ、奥行き53センチ、高さは67センチで、座面の高さは34センチとなっています。フレームの下の収納袋はライトダウンくらいなら収納できそうな容量があり、両サイドのカーゴポケットにもスマホや小物類を収納できるので、キャンプなどでも使い勝手が良さそうな印象です。ちなみに僕は背面のベルクロをワッペンや反射板でカスタムする予定はないのですが、キャンプ場などではヘリノックスのチェアを使っている人が多いために、取り違い防止として役に立つシーンがあるようですね。タクティカルチェアの重量は 910g と軽量ですが、耐荷重は 145kg あるということで、座った感じも華奢な感じはしません。吊り下げ式の座面は座り心地が良く、これならチェアリングもはかどりそうな印象です。それでは片付けていきます。先ほどとは反対に座面の方から生地を外していきます。続いてフレームを分解していきます。最後に輪ゴムで留めるのですが、これはそのうち別のものを用意した方がいいかなと思いました。続いて外した生地の畳み方なのですが、まずは切れ目の真ん中から上下を2つに折りたたみます。続いて左右を折りたたんでからフレームを置いて巻いていきます。
最後に収納袋に入れてファスナーを閉めたら片付けは終了です。後日、天気のいい休日に初のチェアリングにチャレンジしてみることにしました。景観のいいところでタクティカルチェアに座りながらコーヒーを飲んでみたいので、まずは準備をしていきます。あらかじめペーパーフィルターをリンスするとともに、ドリッパーとサーバーを温めておきます。今日の豆はマンデリンです。深入りでも独特な味わいや香りを楽しめる点を気に入っています。とてもいい香りで、コーヒー好きとしては至福の瞬間ですね。ボトルはコーヒー専用ボトルとして開発されたカフアを使っています。ボトル内面に施されたテフロン加工により、出先でもコーヒー本来の味と香りを楽しむことができるというもので、コーヒー好きにはおすすめのボトルとなります。また、今回はホットですが、飲み口が広めに設計されていて氷も入れやすいので、アイスコーヒーにも適しています。普段使っているデイパックはヘリノックスのファッションブランドであるターグのものになります。シンプルな形状で質感が高く、生地も丈夫なので気に入って使っています。ヘリノックスの製品はデザインや機能性だけでなく、長く使える質の良さが魅力ですね。出かける場所はいろいろ悩んだのですが、近場でチェアリングに適していそうな場所を見つけられなかったので、賭けで行ったことのない本沢ダムに向かうことにしました。本沢ダムの近くは峠道で、走っていて気持ちがいいですね。今回は初のチェアリングですが、当初のイメージとしては、景観のいい場所にコペンを止めて、その傍らでくつろぐような絵を想像していたのですが、考えてみれば普通の目的地は、不特定多数の人が利用する駐車場に到着するので、必然的にチェアリングは散歩かトレッキングの合間に取り入れるものなのかなと思いました。ともあれ、人目の多い場所ではくつろげないと思うので、空いていてなおかつ景観がいい場所が見つかるといいなと思いつつ、目的地に向かいました。着いてみると駐車場にはたくさんの車が止まっていましたが、意外と車から離れている人は多くないようです。ここには初めて来ましたが、
周囲は自然が豊かでリラックスできそうな景観が広がっています。チェアリングできる場所を探すべく見晴らしのいい場所まで歩いてきました。できれば湖面に近い下の道まで降りていきたいのですが、周囲を囲んでいる柵は立ち入り禁止になっていて、どこから降りられるのかわかりません。とりあえず遠くに見える小高い丘の上が気になったので、そこまでの道を探すことにしました。その後、本沢ダムの湖面に降りていくには、歩いて小さな山を一つぐるっと迂回していかなくてはならないことが分かりました。状況を理解した時にはすでに途中まで来てしまっていたので、とにかく進んでみることにします。ちなみに本沢ダムは、日本初の大規模な揚水式発電所である城山発電所の上池として建設されたもので、揚水発電を行うにあたり、5から6時間の間に28メートルに及ぶ水位の変動を繰り返せるように設計されているとのことです。この背景を知ると、ダムの全周が柵で囲われていたり、道の途中にゲートが設けられていたのも納得です。しばらく歩いて、小高い丘に続く階段に到着したのですが、なんと鍵がかかっていて登ることができませんでした。何のための場所なのかは謎ですが、とにかく開放されていない以上諦めるしかありません。他に候補になりそうな場所はありませんし、人も全然来ないので、適当に湖面の近くで休憩することにしました。場所を決めてタクティカルチェアを組み立てていきます。目の前は柵なので敵にはいまいちですが、座る場所があるだけで随分リラックスできるものですね。ダムのほぼ反対側まで歩いてきたこともあり、自然の中で飲むコーヒーの美味しさが身に染みます。思っていたのとは随分違うチェアリング体験になってしまいましたが、自然を眺めながら風に吹かれていると、少しだけチェアリングの魅力に触れられた気がしました。それでは今回の動画は以上となります。今後もいろいろな動画を出していきたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。